皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、北朝鮮が ICBM 用のエンジンを実験したのではないかといったニュースについて取り上げていきます。このニュースによって北朝鮮とアメリカとの間に緊張が高まるのではないかと言われていますが、そうした米朝の問題に加えて、陰でこそこそと米国の政府が北朝鮮を支援する動きを見せています。ムン・ジェイン大統領はいついかなる時でも北朝鮮を支援しようという考えは変わりがないようです。それでは北朝鮮が ICBM 用の新型エンジンをテストしたのではないかといったニュースと、ムン・ジェイン大統領がどのような北朝鮮への支援を行おうとしているか、ニュースをお聞きください。北朝鮮、非常に重大な実験を実施と発表。ICBM 用エンジン化。KCNA によると、北朝鮮の国防科学院の報道官は、非常に重大な実験の結果を我が国の戦略的地位向上のために使うと発表した。実験の詳細は明らかにしていない。複数の専門家は人工衛星や大陸間弾道ミサイル ICBM の打ち上げに使う固体燃料エンジンの試験ではないかと見ている。前日の7日には北朝鮮のキムソン国連大使がアメリカ政府と非核化交渉をこれ以上進めるつもりはないという発言をしている。キム大使は現時点でアメリカと長々と話し合う必要はない。非核化はすでに交渉の対象ではないと声明を出した。北朝鮮はこれまでアメリカ政府に対し、年末までに国連やアメリカによる制裁解除を含む非核化案を提示するよう要求していた。金正恩朝鮮労働党委員長は今年、新年の辞で我が国に制裁と圧迫を続けるなら新しい道を模索せざるを得ないと宣言している。北朝鮮外務省は5日にも、北朝鮮への軍事力行使の可能性に言及したドナルド・トランプアメリカ大統領を非難し、今のような危機一髪の時期に意図的に対決の雰囲気を増幅させる表現を使うなら、老いぼれの猛録が再び始まったと診断すべきだろうと表明。北朝鮮はトランプ氏が国連演説でキム委員長をロケットマンと呼んだ2017年9月にもトランプ氏を老いぼれと呼んでいる。トランプ氏は7日の時点でまだ非核化合意を期待していると述べた。8日の非常に重大な実験の発表後には、金正恩は敵対的に行動するには頭が良すぎるし、実のところ失うものが多すぎる。シンガポールでは僕と強力な非核化合意に署名した。合衆国大統領との特別な関係を無効にしたくないはずで、11月のアメリカ大統領選にも介入したくないはずだとツイートした。トランプ大統領は2018年には北朝鮮との非核化交渉を政権の外交の柱として強調したものの、キム委員長とたびたび直接会談しながら非核化について具体的な情報を吹き出せずにいる。北朝鮮がアメリカを挑発する中で、その北朝鮮を米国は支援する行動をとっています。北は挑発をエスカレートさせているのに、$500万支援を進める米国政府。米国の政府は6日、世界保健機関 WHO を通じて北朝鮮に$500万、約5億4000万円を人道目的という名目で支援することにした。今年6月に国際機関を通じて$800万の支援を行ってからまだ半年も過ぎていないが、今回再び北朝鮮の支援に乗り出すというのだ。もちろん人道支援は政治をめぐる問題とは関係ないが、北朝鮮は連日年末期限を強調し、アメリカや米国に対する圧力を強めている。そのため米国政府による今回の人道支援については、北朝鮮をなだめるためではないかといった政治的な目的を疑う指摘も相次いでいる。米国政府は6日、南北交流協力推進協議会を開催し、WHO を通じた北朝鮮における母子保健分野の医療支援など3つの案件について議決した。この議決を経て、米国政府は WHO に$500万を送るが、これは北朝鮮の産婦人科や小児科スタッフなどの教育や訓練、応急用、手術用機器の支援などに使われる。1、2週間の準備を経て年内には執行される見通しだ。今回北朝鮮がテストしたのではないかと言われているのは ICBM 用の新型エンジンと見られています。北朝鮮は2017年にはアメリカに到達する大陸間弾道弾 ICBM を完成させたと言われています。では一体なぜこのように新型エンジンを試すのかといえば、それは能力を向上させるためです。北朝鮮の科学技術においては、一旦開発に成功したといっても信頼性は低いものです。
ICBM のような目標が遠いということは、それだけ多くのテクノロジーを必要とします。ですから、撃ったはいいものの届かなかったり、全く目標と違う場所に到達しては意味がないのです。そういった意味において今回のテストというものは ICBM のエンジンを新たに作り直したか改良したかといったところにまではまだわからないものの、何かしらの能力向上を図ったのでしょう。例えば小型化する、または長距離射程にするために推力を向上させる。推進力を向上させれば弾頭を1つから2つへと増やせるといったようなメリットがあります。また、これまでアメリカに届くと言っていた言葉自体も本当かどうかは疑わしいものです。本当にアメリカに届くかどうかギリギリだったかもしれません。ですから、より確実にアメリカ本土、それも首都ワシントン DC であるとか、金融の中心であるニューヨークといったものを目標地点に定めて、本当に届く ICBM 用エンジンを開発した可能性があります。そもそも ICBM とは、距離にして5000キロ以上を飛ぶロケットのことを言います。この技術自体はすでに前世紀において完成されたものであり、開発を進めれば北朝鮮のような遅れた国でもいずれは到達することのできる技術です。すでに存在するものを追いかけるわけですから、決して無理ではない話なのです。しかし今回テストをしたものを実際に ICBM として発射実験などをすれば、それはアメリカの怒りを買うことになるでしょう。例えば今回テストした新型エンジンを使って ICBM 用の発射実験をしたとしましょう。北朝鮮から飛び立ったロケットが日本列島を飛び越えて太平洋の遥か彼方に着弾するのです。その時の飛行距離やもしくは高度、高さなどが目安になって ICBM としての性能が明らかになるのです。もしもそのようなことをすれば、これは北朝鮮からアメリカへの明確な挑発ではなく、もはや攻撃を誘引するような動きです。どうぞ攻撃したいなら攻撃してどうぞというようなサインになるわけです。しかしさすがに金正恩もそこまではしないでしょう。そこでニュースで指摘されているのは、こうした新型エンジンを使って宇宙に打ち上げるのではないかと考えられています。もちろんこれは ICBM 用ではありませんよという体を装うための行動に過ぎません。しかしトランプ大統領はこれを見逃す可能性があります。なぜならば大統領選挙において北朝鮮が暴れ回るというのは非常にマイナスになるからです。トランプ大統領は金正恩と会うことによって北朝鮮が核開発を止めた、もしくは ICBM の開発を止めたというのが一つの外交成果になっています。しかし一旦北朝鮮が ICBM の発射実験などを再開しましたとなれば、これは外交の失点になります。来年行われる大統領選挙において自分の成果が一つ減るのは間違いないわけです。ですからそのようなことになるのはトランプ大統領としては認められるわけがありません。ですから北朝鮮が、いやこれは平和利用のためのロケットなんですよという具合にして本当に宇宙にロケットを飛ばしたとしても、ああそれだったら構わないよとトランプ大統領が言う可能性があるのです。このあたりは北朝鮮の瀬戸際外交が成功しているという非常に苦々しい状況でもあります。北朝鮮としては来年のトランプ大統領の選挙を見据えてアメリカ軍が攻撃してこないスレスレを狙って外交を展開している状況です。そうして高めた軍事技術というものをイランやパキスタンもしくはアフリカ諸国に売ろうとしているかもしれません。特に北朝鮮がこれまで備えた核開発能力とそして ICBM の技術がセットになればイランなどが大金を持って買い取る可能性は非常に高いのです。このように米朝の関係が非常に緊迫するかもしれないという状況の中において、ムン・ジェイン大統領は北朝鮮への支援を行おうとしています。名目としては人道支援ですが、これが北朝鮮を支援することには変わりはありません。なぜならば、本来であれば北朝鮮の政府が自分たちのお金を使ってやらなきゃいけないことです。それをムン・ジェイン大統領が肩代わりするのですから、その浮いたお金というのをまた軍事開発に使うことができるのです。人道目的だよという形で北朝鮮にお金を送るというのは、結局は北朝鮮の金正恩体制というものを維持し、そして軍事開発を進める結果になるのです。ムン・ジェイン大統領のこうした北朝鮮への支援というのは必ずアメリカから布教を買います。例えば駐韓大使のハリス大使は、ムン・ジェイン大統領の周りには北朝鮮に支援したがるような人しかいないのかということを以前言ったことがありました。むしろこの状況下においてはムン・ジェイン大統領が積極的に北朝鮮を支援していると考えた方が自然なぐらいです。
こうした外交失点の積み重ねは必ずアメリカからの制裁のような形でしっぺ返しを食らうことになるでしょう。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントを書き込んでいってください。それではニュースについてはここまで。ここからは余談になります。皆さんにお知らせがあります。私は今日おそらく風邪をひきました。朝起きた時になんとなく喉がおかしいな、もしくは鼻水が出るなといったような症状が出ました。昨日までも少し体の調子は悪かったのですが、鼻水が出るであったり咳が出るといった症状が出るのは今日になってからです。そして16時半の現在は熱が 37.5 度あります。まだ 37.5 度なので頭が痛いというのは少し少々といった程度なのですが、これが38度まで上がればきっともう動画を作るどころではないでしょう。ですから体調にもよるのですが、明日は動画をお休みするかもしれません。この動画の編集が終わって投稿が終わったらその後はもうゆっくり休もうかと思っています。ニュースによればインフルエンザの発症の時期になりました。もう流行しているよという件も非常に多いので、皆さんもぜひともお気をつけください。ちなみに私の場合はおそらくはこの熱がなかなか上がっていないので、おそらくは風邪だと思うのですが、風邪で弱った後にまたインフルエンザにかかるかもしれません。そういった意味においては体調管理は非常に難しい時期になったと言えるでしょう。それでは皆さんも健康にはぜひとも気をつけてください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。